あなたは陰で悪口を言われたり、暴言を浴びせられたり、笑い物にされたり、職場の上司、家族、友人、見知らぬ人、ふとした言動に心が深く傷ついた。そんな経験はないだろうか。それなのに、相手は何事もなかったように過ごしている。どうしてあの人は、あんなにも平然としていられるのか。自分ばかりが、なぜ苦しまなければならないのか。その答えを、ずっと探していなかっただろうか。自分が悪かったのかもしれないと、何度も心を責めたかもしれない。一つでも当てはまったのなら、最後まで聞いてほしい。あなたを傷つけた愚か者の末路、仏教の教えとともに語っていこう。そして、あなたの心が、少しでも軽くなるような知恵も授けよう。第一章、因果は必ず変える。あなたが誰かに心を傷つけられたとき、その痛みを一人で抱えてはいけない。どうしてあの人は平気な顔をしていられるのか。そう思うときもあるだろう。だが、安心しなさい。この世界に偶然などないのだ。行いは消えない。それが善であれ悪であれ。まかれた種は、必ず芽を出し、実を結ぶ。私が教えた因果の法則は、目には見えぬが、水の流れのように静かに、確実に働き続ける。悪しき言葉、冷たい態度、暴力。それらすべては、その者の心に刻まれ、やがて形を持って帰ることになる。今日、あなたを嘲笑った者が、明日も同じように笑っていられるとは限らない。因果とは裁きではない。ただ、その者のまいたものが、その者自身に返っていく。その仕組みによって、この世界は保たれているのだ。例えば、川に石を投げれば波が立つように、心に放った言葉もまた、時を経て心に波紋を呼ぶ。だからあなたは、怒りや悲しみに心を支配されず、この法則の中に、静かに身を委ねなさい。それが知恵ある者の歩み方なのだ。あなたが目にする災いは、必ずしもその瞬間に因果を感じられるものではない。多くの者は、善を積んでも報われない。悪をなしても罰せられない。と嘆く。だが、それは目に見える範囲だけを真実だと誤解しているのだ。芽を出すまでに時間がかかる種があるように、因果の果もまた、時に沈黙する。だが忘れてはならぬ。沈黙は不在ではない。因果は、心の奥底で静かに育ち、いずれ行動となって現れ、そのものの未来を変えていく。かつて人を苦しめた者が、信頼を失い、孤立し、人生の要所で道を誤るのを私は幾度も見てきた。その姿は外からは偶然に見える。だがその根には確かな原因があるのだ。あなたは今、苦しみの中にあるかもしれない。だが、その痛みを無駄にしてはならない。因果を学び、自らを照らす光としなさい。苦しみは知恵となって、あなたをより強く、優しくする。目の前の苦しみに耐えられぬ時こそ、この真理を思い出しなさい。信じる者の中に、因果は静かに力を与え続けるのだから、その力は、あなたを再び立ち上がらせるともしびとなる。私はこれまで多くの者の末路を見てきた。良き言葉を放ち、思いやりを行い、清らかな心で歩んだ者には、そのせいに静かな安らぎと幸福が訪れていた。一方で、嘘をつき、人を蔑み、欲と怒りに支配された者には、どれほど富を得ようとも、心に平穏が訪れることはなかった。その者は次第に人の心を失い、孤立し、やがて己の業によって崩れていった。その姿を見て、誰かが裁いたわけではないと知りなさい。因果とは他者の手によるものではない。その者自身の過去の行いが、今の自分を形作っているだけなのだ。だからあなたもまた、相手の行いに報復を望むのではなく、自らが何をまき、どんな果を得たいのかを見つめなさい。
悪に対して悪で返すのではなく、心に知恵と慈しみを持ち続ける者が、最後には最も強く、美しい人生を得る。その姿こそが、因果の中で誠に自由な魂の証であり、汚れなき光の現れである。報いを願うより、あなた自身が前科を生きること、それが仏の道を歩むということなのだ。そしてその歩みは、やがて他者の心にも光を灯し、新たな因果の輪を生むことになる。第2章、愚か者はなぜ人を傷つけるのか。人はなぜ、他者に苦しみを与えるのか。なぜ、冷たい言葉を浴びせ、無意味なあざけりを投げつけるのか。それは、その者の心の内に、満たされぬ何かがあるからだ。無知という闇に包まれた心は、物事の本質を見失い、執着と怒りを生み出す。己の劣等感を隠すために、他人を見下し、恐れをごまかすために、攻撃の仮面をかぶる。そのすべては、真の幸福を知らぬ者の姿である。怒りやそねみは、決して強さではない。むしろ、弱さの叫びなのだ。他人を傷つけようとする者は、すでに自らの内側で、業火に焼かれている。その業火は、眠ることなく燃え続け、自らの心を蝕み、平安を奪い去る。だから私は言う。彼らは、憐れむべき存在、なのだと。だが、憐れむことと許すことは違う。あなたはただ、彼らの愚かさを、知恵によって見切りなさい。見切るとは、距離を置き、執着を捨てること。その見切る目こそが、あなたを苦しみから救う、最初の一歩となる。感情で反応するな。理解の目で、真実を見つめなさい。それが苦しみから自由になる鍵である。人を傷つける者の多くは、自分の行いに無自覚である。自分は正しい、と思い込むことで、他者を傷つけることの重さを忘れてしまう。それはまさに、無明の闇にとらわれた姿だ。無明とは、真理を知らぬ心、物事を正しく見つめる目を失った状態。その心は、偏見と恐れに支配され、愛ではなく、排除と支配へと向かう。他者を見下すことで、自らの価値を保とうとするが、それはかりそめの自信に過ぎない。本当の強さとは、他者を受け入れ、自らの弱さを認めるところから生まれる。だが、彼らはその道を選ばない。なぜなら、心を見つめる勇気がないからだ。鏡を見れば、己の顔の歪みに気づくように、心を見れば、自分の影に向き合わねばならない。それを避けるために、他者を攻撃することで、己の苦しみから目をそらしているのだ。あなたがその矢を受けたとき、その痛みの裏に、相手の弱さがあると気づきなさい。怒りで返すのではなく、知恵の目で見破るのだ。見破ったとき、あなたの心には自由が訪れる。そして、その自由は、あなたの人生を根底から変えてゆく。あなたはこれまでに、他者の言葉に深く傷ついたかもしれない。心ない一言で、眠れぬ夜を過ごしたこともあるだろう。だが、その痛みは、あなたの心が豊かで繊細である証だ。鈍いものには感じ取れぬ痛みを、あなたは感じ取る。それは尊い感性なのだ。だからこそ、その痛みを無意味にしてはならない。それを通して、人の愚かさを見抜き、自らの知恵へと変えていきなさい。人は皆、自分の内に、怒りや不安という種を持って生きている。それを育てる者もいれば、慈しみと知恵で鎮める者もいる。あなたは後者を選びなさい。怒りは、さらに怒りを呼ぶ。憎しみは、さらに深い闇を生む。だが、理解は苦しみを終わらせる力となる。他者を変えようとするな。自分の眼差しを変えるのだ。その時、世界は、静かに変わり始める。それこそが、愚かさを超える知恵の始まりである。そして、
あなたが放つ穏やかな心は、やがて他者の心にも届き、傷を癒し、調和を生む力となる。第三章、愚者の末路。あなたが今、心の奥に秘めている。どうしてあの人は罰を受けないのか、という思い。それは自然な感情である。しかし、私が伝えたいのは、報いとは、目に見える形だけではないということだ。人を苦しめた者は、たとえ法の裁きを受けなくとも、その心と魂に深い報いが訪れている。それは、六道輪廻の中で語られる。苦しみの世界への流転として現れる。地獄道、餓鬼道、畜生道、怒りや貪り、無知に支配された心は、やがてこれらの世界へと導かれる。これは単なる死後の話ではない。生きながらにして心が落ちていくものは多い。心が荒れ果て、安らぎを失い、人間関係が壊れ、孤立と不安に苛まれる。魂が汚れた者は、何を手に入れても心が乾いている。笑っていても、その笑顔はうつろだ。豪華な暮らしをしていても、夜に一人、眠れぬのだ。それが、因果による内なる地獄。あなたがその報いを求めるなら、それはすでに始まっている。目には見えぬ罰が、そのものを蝕み続けているのだ。人は、見えるものだけを真実だと信じる。だが、報いは多くの場合、目に見えぬところで始まっている。他人を蔑んだ言葉、誰かを突き放した冷たい態度、それらは言葉を放ったその瞬間に、その者の心を曇らせていく。怒りは、まずその者自身を燃やす。そねみは、心に腐食を生む。嘘は、魂を濁らせる。そうして積み重ねたものが、やがてその者の現実を作り、人を遠ざけ、信頼を失わせる。誰にも責められていなくとも、心の奥では、その者自身が苦しんでいる。なぜかうまくいかない。人が離れていく。その原因を外に求めるが、それはすべて、自らの内にあるのだ。報いとは、ある日突然落ちてくる雷ではない。日々の行いが、静かに積み上がって、ある時限界を超えて、崩れ落ちる。その時には、取り返しがつかない。たとえ表面では成功を装っていても、心に響く虚しさや、誰にも言えぬ不安が、そのものを内側から削っていく。それが因果の働きなのだ。だから私は言う。今この瞬間から心を正すことが、最も確かな未来への備えなのだ。あなたが報いを願うのは、正義を求める心からかもしれない。だが、報いを願い続ければ、あなたの心にもまた、怒りと執着が根を張ってしまう。それは、あなた自身を、見えない苦しみに閉じ込める。人を呪わば穴二つ。とは、まさにそのことを言い表している。相手の落ちぶれを願い続ければ、その度にあなたの心も暗くなる。だから私は伝えたい。報いは、あなたが願わずとも、自然に訪れるものである。あなたがなすべきは、その道にかかわらず、自らの魂を明るく保ち、善を積み続けること。それが最も強く、確かな報いとなって、あなたの人生を照らす。心の平和は、他人の不幸からは生まれない。あなたの中にある慈しみと、静かな誓いの中に宿るのだ。因果の方は公平であり、その働きを信じた者には、必ず安らぎが訪れる。それを信じて歩みなさい。報いの末路を望むよりも、自らの未来を育む方が、何倍も強く、美しい道なのだから。あなたの光は、他者の闇を責めるためにあるのではない。世界に静かに光を灯すためにあるのだ。第4章、心の毒を抜く。怒り、恨み、悲しみ。それらは、心に突き刺さった毒矢のようなもの。誰かに放たれた言葉や態度が、あなたの中に深く刺さり、痛みとともに日々を曇らせている。
その矢を抜くことなく、握りしめたままでいると、その毒は全身に回り、やがて心全体を蝕んでしまう。相手を許せない。忘れたくても忘れられない。そう感じるのは当然だ。だが、その怒りは、相手ではなく、あなた自身を苦しめる。毒矢を放った者は、その後の苦しみを知らぬまま、あなたの心を蝕み続ける。だから私は言う。怒りを手放しなさい。許すことができなくてもいい。ただ、その毒を、あなた自身のために抜きなさい。怒りを抱えて生きることは、自分で自分を刺し続けるようなもの。その手を、そっと離しなさい。そして深く呼吸し、心に静けさを取り戻しなさい。それが、本当の意味で、自分を救うということなのだ。心の中に怒りを止めておくと、それはやがて視界を曇らせ、世界のすべてが敵に見えるようになる。過去の出来事が繰り返し心に浮かび、あなたの今を縛り続ける。だが思い出してほしい。過去はすでに終わったもの。それを抱え続けることで、あなたの未来まで暗くしてはならない。毒を抱えて歩く者は、どれほど立派な服を着ていても、どこか苦しげな影をまとっている。その影は静かに周りにも広がり、大切な人との関係さえ壊してしまう。だから私は勧める。瞑想という方法を。静かに座り、呼吸を整え、心の中の毒を見つめ、ただ、あるがままに受け入れなさい。否定も拒絶もしなくてよい。私は怒っている、とただ気づき、それをそっと見送ること。そうすることで、心はゆっくりと溶けていく。それが、知恵による浄化なのだ。そして気づくだろう。怒りが消えた場所に、静かなぬくもりが残っていることに、許すことは、相手のためではない。あなた自身の心を自由にするためにある。許せない、と思うことは、そのものと心をつなぎ続けることでもある。そのつながりを断ち切るために、あなたは自らの心に、安らぎと解放を与えなければならない。怒りに満ちた目では、誰の優しさも見えなくなる。だからこそ、あなたは自分の心に、慈しみという光を灯すのだ。それは決して、弱さではない。自分の人生に責任を持ち、他者に心を奪われない。強さの証である。誰かを裁くよりも、自らを癒すことに力を注ぎなさい。怒りや恨みに縛られたままでは、どれだけ正しくとも、心は救われない。毒を抜き、静かに歩み始めたあなたの心は、やがて、周りの人々をも、穏やかに癒していく。それが、仏の道である。そして最後にもう一つ、あなたの中に残る痛みさえも、抱きしめてあげなさい。それもまた、あなたという命の一部。愛し、受け入れることで、本当の癒しが始まるのだ。第五章、本当の勝利とは、あなたを傷つけた者に、仕返しをしたい、と思うことは、人として自然な感情である。だが、誠に勝利する者とは、相手に反撃する者ではない。最も強い者とは、何もせずに超えていける者のことだ。相手の言葉や行動に、心を乱されることなく、静かに自分の道を歩むことができる者。それが、仏の道を歩む者の姿である。放っておくことは、無関心ではない。それは、怒りに支配されず、相手の愚かさから自らを切り離す、高い知恵の表れなのだ。真の勝利とは、争わずして心の平安を保つこと。怒りに巻き込まれた瞬間、あなたはそのものと同じ場所に落ちてしまう。だからこそ、あなたは静かに越えていきなさい。何も言い返さず、何も返さず、ただ、慈しみを持って前を向く。それが、最も気高い勝利の形なのだ。そしてその姿は、やがて他者の心にも静かな感化を与える。
言葉なくして教える最上の道である。相手を変えようとしても思うようにはいかない。人は自ら気づかぬ限り同じ過ちを繰り返すもの。だからこそあなたがするべきことは相手を正すことではなく、自分の内に静けさを育てることだ。あなたが怒りを超えたとき、その心はもはや誰にも汚されることはない。これは逃げではない。むしろ最も勇気ある選択である。仕返しや非難は一時の快楽をもたらすかもしれない。だがそれは後に虚しさを残す。それに比べて何もしないという選択には深い覚悟と知恵が求められる。それでもあなたはその道を選びなさい。なぜならその道こそがあなた自身を自由にし、真の勝利をもたらす道だからだ。静かな心で立ち去る者は何も奪わず何も傷つけない。だがその背中は見る者の魂に深く響いていくのだ。それが争いを超える者の気高き姿である。真の勝利とは誰かに勝つことではない。自らの怒りに打ち勝ち、執着を手放し、心の平和を守り抜くことにある。あなたが怒りに反応しなければ、その怒りはあなたの世界に入り込めない。それはまるで扉を閉じた家に嵐の風が入り込めないのと同じである。心の扉を怒りではなく知恵と慈しみで閉じなさい。その時あなたは誰にも奪われぬ安らぎを得るだろう。幸福な人生とは誰かを倒して得られるものではない。静かに自分を大切に生き、他者に振り回されぬ力を持つこと。それが仏の教える本当の勝利の姿である。怒りを返す者はさらに怒りを受け取ることになる。だが沈黙と慈しみで応じる者には誰も手出しができぬ。それが最も強いあり方なのだ。あなたはそれを選びなさい。勝つことより美しくあることを。そしてあなたの生き方そのものが静かに語るようになる。私はすでに満ちていると。いかがでしたでしょうか。苦しみや怒りを抱えることは決して弱さではありません。それに気づき知恵を持って手放し、愚者は放っておく。それこそが本当の強さであり救いなんですね。もし今日のお話が皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に100を、また改善点やご意見がありましたら0をお書きください。いいねボタンとチャンネル登録していただけるととても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々なブッダの知恵を配信していきますので、通知をオンにして次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。